歴史的名作、国を代表する芸術作品の一つかもしれないね。こんなにパンダほど国中の人が知っていて、それを共通の理解として愛してるっていうのはないと思うんだよね。いや、確かにそうだね。本当に庶民の味方、そして庶民のスーパーカーがこのフィアットパンダなんじゃないかな。レジェンドボーイズ TV のお時間でございます。今日もプロデューサーの上野太郎くんと元気に楽しくお届けしますよ。ありがとうございます。イタリアの皆さんもありがとうございます。チャオなんて言うんだっけ。チャオだったな。チャオかな、チャオな。ということで、ボンジョルノの代表する国民的な可愛い車でございます。何ですか。フィアットパンダ1992年式ですね。前期型後期型があるとすれば後期型になるのかな、そうだね。そんで走行距離がなんと驚きの 1.3 万キロだそうでびっくりしたよね。ようあったな。ピカピカやもんね。だってすごいピカピカだから、コレクターの方とかが今までご所有されてたのかな。これかもしれません。33年前で 1.3 万キロの個体です。そしてね、フィアットのパンダといえば本当に先ほど申し上げましたけども、イタリアを代表する大衆車の一番の車かもしれないよね。それを僕らが今日は乗ったりいろいろじろじろ見たりして太郎くんとたっぷりお届けしますので、皆さんお楽しみに。よろしくお願いします。そして買います。さあ太郎くん、はい、フィアットパンダちゃん、これデザイナーさんは言わずもがなかもしれないけどご説明ください。そうだね、ボーイズ&ウィールズの視聴者さん、そして世界中の皆さんが大好きなデザインの巨匠、ジョルジェット・ジュージャーロさんがイタリア人の国民車としてデザインされました。イエーイ、最高でございますよ。そしてさ、四角い面がさ多いよね、この車。本当に、特にガラスなんかは全部平面でしょ。確かに確かに。面が、これはもちろんデザイン性を重視しながらもコストを極力抑えていくっていう市場課題のために選ばれた手段なんだね。なるほどね。平面にすると曲げるガラスよりもコストがかからない。特にさ、右側の窓ガラスなんてフィアットって書いてる印字が裏返しになってるよね。なってるなってる。これはこちら側の窓をそのまんまこちらにも使うと。本当だ。同じやん。左右変えてもいいんだ。なんかそういった工夫が至るところに見て取れるところも特徴だよね。あとさ、外ももちろんだけど中もさ、今日ここまで乗ってきたじゃん、2人で。結構広かったよね。広かったね。隅々までさ、空間が利用されてるっていうか、なんかそんな感じ。小さいボディながらにスペース効率をかなり考えて作っていると。だから見た目に対して中はとっても広く作られているんだね。そうだよね。大衆車ってことはファミリーカーであると。荷物も載せなきゃいかんと。そうするともう隅々までバチバチに利用して設計図、多分ジージャーさん中も引いたのかな、線。そうだね。これさ、結構ロングライフじゃない、モデルとして。通算でいくと20年間作り続けられたという。1986年に大きなマイナーチェンジが行われた。だからこれは後期にあたる個体だね。確かね、セリエ1とセリエ2だね。後期型。前出てくださった佐藤さんの前期型だね。そうだね。あれはもう本当生まれたての姿だね。前に出ていただいた真央さんのところは後期型のセリエ2シリーズ2ということになりますかな。ということで、まあもうね、皆さん大好きパンダですから、乗ってみてどんな感じかっていうのもね、しかもマニュアル車でございます。楽しみです。試乗行ってきます。お願いします。行くぜ行くぜ。太郎くんパンダです。元気だね。元気よ。5速のマニュアルで、これにさ、昔はイタリア人が家族で旅に出てたのかなと思うとさ、もうそれだけでなんかちょっと浸れるな。ワクワクするね。ワクワクするね。歴史のあるパンダを今日は僕が運転させていただいておりますが、太郎くんベタ踏み。いいね。いいよ。これ操れるね、完全に。あ、そう。楽しいです、とっても。これだからさ、回転数合わせてさ、街中でさ、自分で遊びながら乗れるよね。そういう感じがめちゃくちゃいいです。選んでるギアによってとか、回転数によって車の気のいいところっていうのがさ、そうですね、まさに間違いなくピンポイントであるわけじゃない？そう、街中でこう自分でギアを探りながら、でその美味しいとこどこかなっていうのを積極的にアクセル踏んだりギアを選んだりして操ってるよね。本当にこの車も街中で一人ラリーができちゃう。楽しいよな。しかも60キロ以内で必ず完結するような物語ができるんだよね。
内装もね綺麗だめし、っちゃ綺麗。このさ内装もジュージャロ先生線引いたかな。おそらく中までやってるんじゃないかっていう種類は多くて、機能はもちろんなんだけど、いろんなところに遊び心があるじゃないですいやか。本当にそうなんですよ。布の選び方一つ、柄一つ、しかもこういうところにさ、ちゃんとこの表情を持たせたりとかさ、あとやっぱ物入れが多いっていうのはみんな言うよね。多いね。でこれ後付けでつけれるんだよね。そう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 。大体この辺がさ結構へたってる車が多いじゃないですか。この車に関してはまだピカピカだよね。だね。あとさこの配色とかさ、はいはい。日本人じゃちょっとできない感覚っていうかさ、イタリア人おしゃれですよ。ね、うん。絶妙な塩梅だよね。そう。色の合わせとか派手じゃないんだけど、明るい色を使ってて、それぞれの色がこう混ざっていくグラデーションとか、これってやっぱお国柄なのかな。あとさイタリアのファッションってさ、フランスのようにさこう目まぐるしく変わるんじゃなくてさ、結構トラディショナルなものをずーっと作るわけ。ああそうなんだね。だからね熟成でさ仕立てがどんどんやっぱりこだわってるから、なるほど。そこだけは素晴らしいんですよ。やっぱりファッションに関しては変わり映えはそんなにないけど、仕立てがいい、そして丈夫で長く着れる。この車にもねそういうなんかね共通するとこ感じられるな。面白いね。なるほど。ですよね。まあその普遍性の美しさというかさ。そうだね。もうまさにパンダだって長く作られていて、そうそうそう。変える必要もなかったっていうところだよね。23年だっけ。うん。まあ前期と後期あるかもしれないけど、セリエ1とセリエ2だっけ、シリーズだよね英語でいう、それだけだっていうのはやっぱすごいよね。なかなかないじゃないですか。ミニクーパーとかもそうかもしれないけど。確かにね。言ってもこれ普段の足でしょ。はい。タフじゃなきゃいけない。大人も4人乗れなきゃいけない。はい、当然荷物も乗んなきゃいけないし、とにかくさ使い倒せなきゃいけないわけじゃない。そうだね。その点に関しても結構優れてるよねやっぱり。非常にこういうのってレアな存在だなと思うんだよ。というのが、使い倒す道具でありながらも、めでる対象にもそれ以上になってるわけじゃないですか。そうね。だからこそ23年作り続けられて、愛し続けられたと。その国民の皆さんが愛しまくってるっていうのを感じたのがさ、私たちボーイズ&ウィルズも過去真央さんのパンダ、そして佐藤さんのパンダ2台取材させていただいたけれど、数えきれないぐらいさ、イタリアから日本で見れるのもすごいしみたいな、私たちパンダをすごく愛してるみたいな、もうたくさんいただいたじゃん。そうなのよ。これってすごいことだなと思って。確かに、自分たちの国のことに置き換えていくとさ、例えば軽自動車があったとします、ごく一部の人は国民的な車として日々使いながら、もちろんめでる対象になってる人もいらっしゃるかもしれないけれど、こんなにパンダほどさ国中の人が知っていて、それをもう共通の理解として愛してるっていうのはないと思うんだよね。いや確かにそれだね。日本人にとってはすごく羨ましいっていうかさ、そういう車があるっていうね、国民的な車っていうかさ、それで作ったジュージェロ先生もさやっぱり代表作の一つだってもう明言してるからね、やっぱりこれはもう名作ですよね。名作。やっぱこの車さ、実用性、デザイン、遊び心、これがやっぱねうまく噛み合ってイタリア人のさユーモアとか元気な感じとかさ、遊びたい感じとか、そして使いたい感じ、全部合致したんじゃないかなと思うんだよね。これねほんとボタン一つとっても探しやすいし使いやすいし、でも一個一個は可愛らしいじゃないですか。そうなんですよ。なんかまとまりがいい。このアナログ時計も時を刻んでますよまだちゃんと。でね、クーラーがついてるのこの車、後付けの。夏もご安心ください。例えば余談だけど真央さんはさ、夏の前に取材させていただいてさ、そうだね、この夏クーラー効くんでしょうかみたいな、まあでもそれでもいいよねみたいなことをおっしゃってたのを思い出すね。まあでもこれは安心だね。そう佐藤さんに関してはクーラーついてないしね。そうだね。まあ、つまり国民のためな便利な大衆車を作ろうとしただけじゃなくって、本当に愛されるチャーミングな作品を残そうとして作ったんだろうね。そうですね。そう作品っていうのはもうふさわしいかも。これはもう歴史的名作、アルマーニのスーツじゃないけど国を代表する芸術作品の一つかもしれないね。だから一つの道具がもう文化になったんだね。そうです。ここからどんだけの車に影響を与えたかっていうところもあるだろうし、世界中にファンが多いのもうなずけます。わかりますね。ハンドルの感じとか乗り心地とかどうなの？まず僕はね、この椅子が好きです。ほらこれにイタリア人はさ子供乗せてさ、荷物を上に
くくりつけてさ多分旅とか行くわけじゃない、信じられないぐらいぎゅうぎゅうに詰めるって聞いたことあるな。そうそうそう、んそれでさ長距離走るっていうと下手なシートじゃダメじゃない。確かに。これは多分ね疲れないと思うんだよね。そうだね。ちょうどいいふわふわ感と包み込んでくれる感じ。天々シートも大ぶりじゃないんだけど、逆にちょうどいいんじゃないかなと思って、僕はとっても好きですこのシート。ハンドリングは素直でいいですとっても。あ、そうですか。もう当然小回りも利くし FF だけどクイックだし楽しいですよ。しかもこの個体においてはさ、そうなの。このアバルトのステアリングがついてるこの足目というのさ、ね、おしゃれなデザインですよ。とチャーミングな内装に対してここだけちょっとピリッとしたテイストもあるっていうこのギャップがまた可愛らしいよね。一方でさイタリア人ってさはい。フェラーリまで作り出す国民ですよ。確かにフィアットからフェラーリまであるもんな。庶民からさスーパースポーツカーまで。はいでも僕らのイメージってさ、はい。どっちも代表作だし、確かに彼らからしたらさどっちも同じぐらいのプライドを持って作り込んでるだろうし、大衆車だからどうとかスーパーカーだからどうとかいうところに区切りがないよね。そうそう、彼らは多分どちらも同じぐらい誇りに思ってるだろうね、そういう国民性っていうのもかっこいいじゃん。なかなか日本では見つけられないそうかもね。感覚というか、それはちょっとね羨ましい。これは面白い見方だな。庶民のフェラーリじゃないけども、うん本当に庶民の味方、そして庶民のスーパーカーがこのフィアットパンダなんじゃないかな。だね。素晴らしい。はい乗ってまいりました。いや乗ってきたね。今日は運転させていただいてありがとうございますね。こちらこそありがとうございます。もうイタ車大好きなんでね。ごめんね、いつもなんか僕ばっかり。本当よ。まあまあまあいつもね2人で仲良く乗ってますけど、やっぱすごい乗りやすい。さすが大衆車。23年間愛され続けたね、なんか理由が分かった気がする。そうだね、やっぱりその変わる必要がない、変える必要がないベースの良さ、普遍性みたいなものをやっぱり乗って改めて感じることができたなと私も思いました。確かにやっぱ最初のパッケージングがあまりに素晴らしかったから、23年間ほとんど変える必要もなかったっていうのかな。それでいて乗って楽しい、チャーミング、世界中に愛される、元気よく楽しく乗れる、そしてタフですよ。すごいよね。かっこいいしシャレも効いてるし、もう完璧な1台じゃない。これを 1.3 万キロという距離の状態から積み上げていけるっていうのは本当に贅沢で幸せなことだよね。これを買った方は多分もうずっと一緒に乗れるんじゃないですか。そうだよね、もう一生ものだね。だって30万キロの個体イタリアに多分ゴロゴロあるだろうしさ、末永くこっから20年乗れますよ。はい。しかしこんなにさ、珍しくていい個体、どんな人にとって一番いい相棒になれるんだろうかね。これはね、本気でパンダ乗りたいって考えてる方、やっぱいると思うんですよ。僕も結構聞くし、ここまでね綺麗な個体もなかなかないですし、これはねマジな方ぜひ乗っていただきたい。そうだね。使い勝手も本当にいいです。はい。マニュアルも楽しいし乗り倒してもらいたいということで、こちらの車は 1.3 万キロの個体も販売しておりますので、オンラインでもお問い合わせができますので、皆さんどんどんお問い合わせくださいませ、ということでございまして、今回は楽しいイタリアを代表するちっちゃな巨人、国民のスーパーカー、フィアットパンダを紹介いたしました。レッセンサンドボーイズ TV 太郎くんありがとうね。皆さんもありがとうございます。チャオグラッツェ。